こんにちは、元です。今日の動画はですね、やっと3週間ぶりぐらいですね。私の愛車が修理から戻ってまいりました。長かったです。約3週間ぐらいかな。修理にかかってました。その原因と、ついでに入庫したついでにですね、いろいろちょっと変えたので、その報告の動画としてあげさせていただきたいと思います。はい。まず、症状から、ちょっとおさらいをしていきたいと思います。はい。まず症状、原因だったんですけども、原因はですね、シフトワイヤーが切れたことによる、変速不能というところが、原因になりました。ということで、修理としては、シフトワイヤーですね。を、交換して、終了という形ですね。いかんせん、ちょっとマニアックな車だもんですから、そこら辺でですね、部品の調達と、修理にちょっと手間取っているっていう形で、伸びちゃったという形になります。修理自体はですね、シフトワイヤーだけだと、だいたい、1.5週間か2週間ぐらいで、治るような、もんでした。ということで、もう今はですね、きっちり治って、バッチリですね、車動く状態になったんですけども、まずですね、最初の症状ですね。街中走ってる時に、3速に、からですね、4速に入れる時に、3速からバコンと、パキンと音がしてですね、抜けて、もう左右グラグラな状態。で、その時にもう1速にも、5速にも、もう全く入らない状態になっちゃいました。で、ただ、その時に、2速や、4速、6速はなんか生きてそうな雰囲気があって、とりあえず、路肩に寄せながらも、4速へ入れました。で、ハザードを出しながら、幸いにもですね、片側一車線だったんですけども、路肩の幅がですね、広い、道路だったので、すぐ左に寄せて、止まって、ニュートラルにするか、スポッとやったらもうパコンとこっちも抜けちゃってですね、もうそっから、4速に入ったまま、左右にももう動かず、3と4の行き来はできるんですけども、もう完全ぐにゃぐにゃ状態ということで、走行不能状態に陥りました。一応ですね、故障、もうすぐやばいと、もう故障して、もうこのまま動かせないということが分かってましたんで、もうハザードを出したまま、一応三角板積んでましたんで、後ろに三角板を出してですね、後続車等に注意喚起を行って、すぐ、保険屋さん等に電話してですね、レッカーの手配をして、で、いつも行ってるディーラーのところにですね、電話もして、今からこういう形で持っていくよと、症状も伝えた上でですね、車を、レッカーに乗せてですね、この間の動画の通り、レッカーに乗った写真がですね、ありましたが、そのまま、レッツゴーという形で、入庫することになりました。とりあえず安心してるのはですね、変な壊れ方しなくてよかったなというのがやっぱり一番でしたね。いろいろな部分、シフトのところもいろんな部品ついてるので、厄介なところが壊れちゃったりとか、あとは、シフトのところがもうダメだったんで、リンゴゲージとか、シフトワイヤーとか、そこら辺かなと思ったんですけども、そこが壊れたことによって、ミッションあたりになんか変なダメージがいくとかですね、そういうところをちょっと心配してましたが、特に何もなくですね、特にそれの、ところだけで、大丈夫ですと。一応他も見てもらえてですね、問題ないということで、ディーラーさんから報告を受けましてですね、ちょっとほっと一安心というところになりました。シフトワイヤーの交換だけだったんで、
まあちょっとマニアックなところっていうのもあるので、多少高くはつきましたが、思ったよりはですね、そんな修理代もいかず済んだかなというところです。ほっと一安心。よかった。はい。というところでですね、まあ症状と、原因のところが、分かってですね、ほっと一安心しました。またこれで、この愛車ライフ、またスタートできるな、というところです。まあ、ちなみに、今、ちょうど映してますが、今、オドがですね、6478キロということで、まあ、だいたい約6万キロぐらいで、このクラッチワイヤーの切れというのが発生しました。まあ、これで交換してですね、新車の時ってこんなにスパスパ入ったっけっていうぐらい、シフトがですね、パコンパコンと入るようになって、ちょっと気持ちいいですね。やったって感じです。まあ、一応この車ですね、まあ、フィアットの 500L ということで、まあ、日本には正規で入ってきてない車になりますんでね、乗ってる方もかなり少ないとは思うんですけども、購入して、今、6年ちょっとぐらいですかね。まあ、1年でだいたい1万キロ行くか行かないかぐらいの走行距離になってます。で、まあ、買ってですね。まあ、もう6年経つんですけども、故障としては、これで2回目になりますね。1回目の故障は購入して、最初の車検なので、まあ、3年目の車検の時に、エンジンからのオイル漏れが、見つかってます。まあ、ディーラー、まあ、購入したところではなく、購入したところとは違うですね。いつもお世話になってた、ディーラーさんの方に持って行っての車検に、しています。で、まあ、その時に言われたのは、まあ、多分、まあ、3年でこのエンジン、まあ、エンジン自体は、日本に入ってきているツインエアのエンジンになりますが、まあ、ちょっと違うところはですね、日本のツインエアは85馬力仕様なんですけども、この車に積んでるツインエアは、本国のハイパワー仕様の105馬力仕様になります。で、ちょっと、ついてる部品が違ったりですね、するんですけども、まあ、ほぼ、大きな違いはないというところで、まあ、多分ブースターツが違うとか、というところになると思うんですけども、多分初期の整備がちょっと甘いのかなという形で言われてます。ただ念のため、シール交換をしてですね、最初のエンジンオイル漏れは対処してですね、次の大きな故障としては、まあ、このシフトワイヤー切れということになります。あ、いかんいかん。あともう一つありましたね。まあ、ここに、本来外気温が表示されてるんですけども、今は、まあ、防線で、反応しないようにしてます。これ、まあ、フィアット系の車っていうのは、アルファも、そうだと思います。アルファもそうだし、多分アバルトもそうだと思いますが、まあ、自分が知ってる限りは、フィアット500。あと、アルファの、ジュリエッタ。あそこは、外気温センサーが左のミラーの中に入ってます。まあ、ミラーの中に入ってるんですね。で、まあ、そこの不良で、夏場、最初はですね、年に2回ぐらい起きてたんですけども、真夏エンジンをかけてエアコンを当然暑いからかけるんですけども、そうするとですね、外気温センサーの表示がマイナス40度とかマイナス50度とかっていう表示になってですね、このアルファ、フィアット、アバルト系は、特に最近のはですね、この外気温表示が、マイナス1度以下になると、エアコンが効かなくなって送風になります。で、0度と、この表示感知してないっていう状態になると、エアコンが効くんですね。ということで、夏地獄でですね、そういう症状が起きると、まあ、だいたい5分ぐらいで収まるんですけども、地獄だと。で、年々ですね、回数が増えていって、もうどうにもなんないって言って、まあ、たまにセンサー、感知しないよっていう表示の時にエアコンが効いてたもんですから、もう外してくれ。別に外気温なんか見れなくっても困んないし、っていうことで外してもらいました。これ3つ目ですね。ということで、シフトワイヤー切れは3つ目の故障になります。まあ、
とりあえずエンジンオイル漏れも治ってますし、シフトワイヤーも、治りました。で、外気温は別に見れなくても、とってことないので、特に今んとこ快調で乗れてるかな、というとこです。なかなかイタリア車なもんですから、微妙なとこですね。それも、承知の上で乗ってるんですけども。ということで、今回の動画は、ようやく私の愛車は治りました。原因これでした。という動画でした。これでまた、快適な愛車ライフを楽しんで、で、動画の冒頭にですね、ついでにやったことがあるという話もしましたが、ライトを、ちょっと変えました。購入して6年ちょっとと言うんですけども、実はヘッドライトもフォグも、ポジションも一回も切れずにですね、ずーっとこのまま使えてました。で、入庫したついでだし、っていうことで、エンジンオイルやブレーキフルードも交換してですね、コーチにサービスしてくれるっていうんで、変えたついでに、ヘッドライトのバルブと、フォグライトを変えたんですね。ヘッドライトもフォグもハロゲンなので、ヘッドライトは、輸入車や、バイクでも、ありがちですけども、H7 っていうタイプでした。で、H7 の LED がですね、数が少ない。最初ピアで探したんですけども、やはり、ないんですね。で、ハロゲンのヘッドライトの方はもう、ハロゲンのまま、ピアの、セレストホワイトの4100ケルビンに変えました。純正の、ケルビン数が3700ケルビンぐらいなので、ちょっと白くなった感じですね。で、高効率の、バルブを搭載。で、フォグランプの方はですね、これ、また、動画、上げたいと思いますが、ピアの最新の LED バルブを、つけました。また、箱もですね、もともとバルブ切れたわけじゃないので、念のためということで、箱にですね、前のバルブ入れて取っといてありますんで、ぜひ、紹介したいと思います。明るい。むっちゃ明るかったです。こんなに明るいと思わなかった。ディーラーの人も、LED バルブで、フォグの LED は、フォグのバルブはですね、H11 の規格なんですけども、こんなに薄いんですかっていうぐらい、どうも薄かったみたいです。本体をしっかり見たわけじゃないんで、私は、あれですけども、まずちっちゃいというイメージがあったそうです。で、それで、点灯確認した時に明るいって言ってました。確かに、もらい昨日取りに行ってですね、昨日かなり土砂降りの雨だったんで、安全ためにですね、フォグつけて走ったんですけども、その時に点灯確認した時にやっぱりむちゃくちゃ明るかったです。ぜひ、ご紹介させてください。ということでですね、今日の動画、これで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また、次の、動画は、LED の、フォグの紹介をしたいと思います。その前にですね、もしかしたら、前回、ソニカの、燃費の話をしたので、そのまとめの考察をですね、ちょっと、自分なりに調べたりして考えてみたんで、その動画もですね、上げたいと思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。というわけで今日はこれで、以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。